こんにちは。3連休皆様いかがお過ごしでしょうか。ご参加いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと初の試みで、ですね、YouTube の方もライブ配信を、行っております。ちょっと YouTube の方も、もし忙しくなければ、ちょっと見て確認してもらえると助かります。ちゃんと配信ができているかどうかっていうのをですね、今回やってみたいなと思って、初めての試みなんですけど、ちょっと同時配信にしてみました。で、YouTube ご覧いただいている方、チャットの方からですね、あの、お知らせをいただけると、嬉しいです。あ、グッドボタンが入りました。ありがとうございます。なんか YouTube もハートマークとか出せるんですよね。チャットはまだ入ってきてないか。声とかちゃんと届いてますか？あ、桃之助さん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと YouTube ライブ、過去のね、2年ぐらい前かな、ちょっと大失態をして、あ、こんにちは、ありがとうございます。それ以来なので、ちょっと緊張してるんですけど、パソコンを隣に置いて、パソコンのウェブカメラでちょっとやってみることにしました。なので、ちょっと今日はね、粗相のないように編集なしでノーカットなので、ありがとうございます。RL さん大丈夫ですよ。ありがとうございます。編集なしでやろうと思います。マイクとかね、すごい皆さんいろいろ道具あると思うんですけど、そういう道具とか揃ってないので、本当にパソコンを Mac を目の前に置いてやってる次第です。で、隣にね、iPhone を置いております。でもなんかパソコンのカメラの方がちょっと綺麗な感じに白く見えてるかもしんない。スマホの方がね、ちょっと黄色い感じですね。ありがとうございます。ちょっとね、これからね、このスタイルをやってみたいなっていう風に思ってまして、で、皆さんがね、よくおっしゃってた YouTube の方がコメントが見やすいという意味がですね、少しずつ分かってまいりました。インスタはね、画面上に文字が出てしまうので、よくね、見えにくいんですけど、YouTube の方はちゃんと、チャット画面が別にあるので、すごく確かに本当に見やすいなと思って。で、メンバーの皆様はですね、緑色に文字が反転されていてですね、すごく分かりやすいです。こんにちは、ありがとうございます。原子さん、松岡さん、ありがとうございます。インスタもこちらも、はい、内容同じなので、どちらか好きな方でご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。ちょっとコメントがね、どっちもこっちも見れないので、もしかして YouTube の方が見やすいのかなという感じですね。ありがとうございます。それで、突然始めましてすみません。いつもですね、告知なしでスタートしておりますっていうのは、すべて私の都合で始まってしまうので、申し訳ないんですけれども、はい、家族がね、在宅の時はなかなかね、できなかったりとかするので、ちょっとこんな感じで毎回ですね、YouTube の方のライブを初めてご覧いただいている方は、突然こんな感じでね、始まりますので、予告ない感じですね。あっても5分か10分ぐらい前になってしまうんですけれども、よかったら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、今回今こちらにあるのがですね、明治手芸部の課題作品になります。で、今日はですね、何をお話しするかと申しますとですね、YouTube なのでちゃんとやらなきゃいけないからやらなきゃいけないので、一応ですね、今回は、第4回目ですね。今年3回目になりますけど、4月以来の、明治手芸部の活動になります。こちらはですね、MC スクエア様からお手紙が届いて、次は何をやるんだろうっていう問い合わせをですね、たくさんいただいてまして、それに後押しされまして、もうね、作るものは決めてたんですけど、どんな風に作るかまでは決めていなくって、で、ちょっと昨日ですね、試作をしたところですね、うまい具合によくできてしまったので、もうそのままいっちゃおうということで、はい、始めてます。なので、今回の、第4回目ですね、の課題はこちらのエコバッグ、コンビニエコバッグになりますというお話と、あとですね、インスタの方ではお知らせをね、していたんですけれども、はい。インスタの方では、お知らせをしていたんですけども、YouTube のメンバーシップの方でですね、あの
メンバーシップのお知らせをして、あの、メンバーになってくださいというお知らせをしておりました。で、YouTube の方ではコミュニティの方のメッセージだけで、で、インスタの方では、キャプションとかストーリーズつけて募集をさせていただいていたんですけれども、すでにたくさんの方ですね、メンバーになっていただきましてありがとうございます。ブログの方とかでも書いてるんですけど、ほとんどね、今はインスタとか、YouTube とかの方ご覧になってですね、私の活動を見ていただいてですね、加入されている方が多くいらっしゃって、で、今回ですね、アンケートも取らせていただいたんですけれども、それに合わせてですね、メンバーシップの方を始めさせていただいたという、内容とですね、あとは、YouTube の方ではストーリーっていうのはないので、流してないんですけれども、あの、週末までちょっと旅にまたね、出ておりました。で、その旅のお話とかをね、少し質問とかいただいたらお話ししようかなっていうのとですね、あとは、もうすごい多分最後の方になると思うんですが、今ね、職業用ミシンを置いてあります。で、今ちょっと布も用意してるんですけど、これの、ちょっと画角っていうか、見え方っていうのを最後にですね、残って、最後までご覧いただいている方にはちょっと画角を確認してもらおうかななんて思っております。はい。で、そうですね。まあ、話の流れからまたスタートしていきましょう。ということで、ミシンもね、ちょっと入れ替えて、画角をちょっと、検討しようかなっていう風なことを今回はしたいなという風に思います。で、いつもですね、ご覧いただいている方は、ご存知かと思いますが、非常にですね、ライブ、私が結構おしゃべりなもので、結構長く喋りますので、途中で、お手洗いに行くなどして暇を見つけながら、お付き合いいただけたらと思います。お茶でも飲みながらね。で、このライブ配信はそのままアーカイブに残りますので、インスタの方と、インスタもしかしたらね、消しちゃうかもしれないんですけど、YouTube の方で、アーカイブの方残りますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。で、今ね、1時52分ですけど、そうですね、だいたい多分3時ぐらいまでお話しするかななんていう風に思ってます。まあ、早くで巻き巻きでできればいいなっていう風に思うんですけど。ね、YouTube の方が画像綺麗ですね。はい、早苗さんありがとうございます。確かにね、綺麗だよね。白い、なんか、なんだろうね、スマホの方だと、何かがあれなのかな、わからないけど。なのでコメントがね、ちょっとね、見にくくって、もしあれだったら YouTube の方からコメントいただいた方が、質問とかは見やすいのかな、私にはっていう風に思います。メンバー様、本当にありがとうございます。で、通常はですね、メンバー様のお名前をですね、ここでずっと読み上げるらしいんですが、実はですね、もう非常に多くの方にメンバーになっていただいてですね、今ですね、88名の方が、メンバーになってくださってます。ありがとうございます。本当にびっくりしました。ありがとうございます。で、そうですね。じゃあ最初にメンバーシップの方のお礼の方からお話をしたいと思います。で、メンバーシップをですね、なぜ始めようかというふうに思ったのかというとですね、以前からですね、インスタライブの方では少しお話ししていたんですけれども、動画の方をですね、編集している中で結構カットする部分が多いので、その部分を、フル画像で、紹介できるような動画をそこで紹介できたらいいなっていう思いからずっとやってみたいなっていうふうにはあったんですけど、結局はね、それはやらないことにしたんですけど、結論から言うとね。で、じゃあなんでメンバーシップをやるかっていうとですね、アンケートを取らせていただいて、で、私が科目を作ったんですけれども、一番やっぱり要望が多かったのが、オンラインワークショップということでした。で、オンラインワークショップはですね、特に有料とかではなく、私が普段動画で紹介しているものを、一方的に流しているものを、こう双方向で今回のようにこうメッセージをいただきながら、それを読みながら、進めるというようなオンラインのワークショップができたらいいなっていうご希望がですね、非常に多かったということと、2つ目はですね、オンラインショップを私はやっております。で、オンラインショップの方もですね、作品の方の販売と、あと最近はですね、この動画に合わせてキットの販売もさせていただいております。あと、YouTube とかで紹介している作品ですね。のサンプル作品も、オンラインショップの方で販売しているんですけれども、非常にですね、毎回申し訳ないですけど、本当に数がですね、非常に限られておりまして、
で、ものすごい早いんですよ。びっくりするぐらい早くて、皆様どういう風にお買い物してるのか、私はライブで見てみたいぐらい、もう秒でオーダーが入るんですよね。なので、それに間に合わなかったっていう方とか、カートには入ったんですけど、私は買えたんでしょうかっていう問い合わせがですね、もう連日そのオープン直後は非常に多くいただきます。なので、ちょっとね、やっぱり早く作業できる方は、すぐお買い物できるというような感じにはなっております。で、以前にですね、それがなんだろう、みんな平等にやってほしいっていう意見もいただいて、今はストアーズっていうショップの方を作ってるんですけれども、そのストアーズとは別にベースというショップの EC サイトがありまして、そちらの方にもアカウントを作ってあります。で、そのベースの方はですね、抽選販売ということができて、以前も数回ほどですね、利用させていただきました。で、その抽選販売は、なんだっけ、支払い方法がもうクレジットカードって決まってるんですよ。で、そのクレジットカードで支払いが決まってるんですけど、その申し込む時点でもう購入意思があるというような抽選販売になってます。なので当選したら、そのままお買い物するっていう、もう決済されるという流れで、もし落選してしまった場合は決済されずに、そのまた次回チャレンジしていただくというような感じのシステムがあって、で、今回ですね、そのご要望が多かったということもあるのと、あとオンラインショップをどうしてもね、この価格差があるんですよ。やっぱりサンプルになると、販売を目的として作ってはいないので、もちろんね、丁寧に作っているので、そこまで粗がひどいものではないんですけれども、やっぱり価格差を作っておりました。なので、ショップの中でも結構ね、金額の幅ができちゃうっていうこともあって、あと、最近でもコロナ以降、私は対面販売をしていないんですね。以前はイベントとか年1回必ず出てたんですけど、それをしていないので、その販売する場もなく、結局一緒のショップで販売をしていたという経緯がありまして、ならば、そのメンバーシップになってくださった方には、その優先販売というような形で、その抽選にはなってしまうんですけど、そのショップの方で購入権利を作れたらっていうような感じの形ができたらと思って、そういう項目を作りました。で、価格なんですけれども、メンバーシップは、サブスクと同じで毎月課金がされます。で、価格設定も非常に悩んでですね、500円ぐらいがだいたい妥当らしいんですよね。で、いろいろ調べていたんですけれども、でも500円を払ってもらって、で、抽選販売ってなると、なんか、それだけのために500円払うのは、なんかちょっと申し訳ないなっていうのと、で、その今290円という設定に結局ね、したんですけれども、その290円を丸々私がいただけるわけではなく、やっぱり YouTube のシステムによりですね、手数料を払わないといけないので、そこからですね、手数料が引かれると、ちょうどね、クリックポストの発送の手数料185円もうリアルな話ですよ。185円が私の手元に残るというような形になりました。もちろんそこから源泉徴収とかされてしまうので、さらに低くなるから、やっぱり170円ぐらいにはなるとは思うんですけど、185円ということになると、そしたらショップとかを利用していただいた際に、送料を上乗せしないでカートに載せるようにできるようになったので、そういう風に工夫して販売をさせていただくようにしました。なので、結構メインとしては、ショップのそのキットを希望される方への販売を目的としたようなメンバーシップになっております。で、もう一つ特典として今しているのが、もうすでに YouTube の方で配信している動画の、フルバージョンっていうのがあるんですよ。それこそ2時間ぐらい、こんな感じでね、おしゃべりしながら、こんな、雑談はしないですけどね、細かいことを、細々喋りながら配信している動画が一つありまして、それを以前ですね、販売をしておりました。で、それがもう2年くらい前になりますので、もうそれを開放してもいいかなということで、今メンバー様には、限定で、ご覧いただけるようになっております。で、
ちょっとね、アンケートのその備考欄で、以前もちょっとライブでお話ししたんですけど、備考欄ですね。はい。備考欄の方に、ご意見をいただいた時にですね、やっぱりワークショップをそのメンバー限定とか、そういう風にはして欲しくないという意見もいただきました。確かにね、その見る人も、私もその今、88人、88名という風にお話ししましたけれども、その方全員がライブを参加するとも限らないですし、そのオンラインショップで購入されたい、希望される方が入っているということもあるので、そうするとライブ自体があんまり盛り上がらないなっていうことも考えられるんですよね。なので、私としてもやっぱりその限定配信っていうのはやっぱり、やらなくてもいいかなっていうふうに思っていて、それならば、全員が見れる感じでやれたらいいなっていうふうには思っておりました。で、それをですね、今ですね、私はオンライン講座も2つ掛け持ちしているのと、あと対面で授業も行っておりまして、それに対してですね、やっぱりお金を授業料をですね、お支払いいただいて受講されている方がいらっしゃいますので、その方たちをもちろんね、大切にしなくてはいけないんですよね。だから、完全になんか無料でやってしまうというのは、やっぱりあまり良くないな、形としては良くないなということで、ちょっと、けじめもちゃんとつけようということと、あと、それに対して皆様にご支援をいただきながら、ちょっと私もやる気を出してやろうということで始めたのがメンバーシップなんです。結構長いですね、私の説明ね。そう。なので、やっぱり対価をいただいてやるのと、ただ無料でやるのとでは、私の気持ちの置き方もやっぱり違うっていうのもあります。なので、290円にしたのは、その思いもあって、その価格にさせていただきました。で、500円になっちゃうとね、もっと、期待度も高くなるじゃないですか。もう500円って結構大きいですよ、やっぱり。2ヶ月経ったらもう1000円になっちゃいますからね。で、私も続けられるとしたらやっぱ250円ぐらいだったら、そのまま忘れててもそんなに、害はないなっていうか、やってても良かったなっていうぐらいの価格の自分のね、感覚ではあるので、なので今回そのような価格設定にさせていただきました。なのでメンバーの、皆様ですね、本当に本当にありがとうございます。メンバーの皆様になるとですね、こういう丸いアイコンがですね、文字の横につきます。で、ライブをですね、これからYouTube のライブの方もインスタライブと同じようにですね、開催していきたいなって思っておりますので、このようにメンバー様が分かると非常にね、私もやる気が出ます。ありがとうございます。はい。桃之助さんは、もしかして今、加入していただいたのでしょうか？で、猫のマークの、チャコンさんっていう読むのかな？なちゃ今入った方は、この緑のフレームになるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、嬉しいです。なので、そんな感じでメンバーシップやってみました。なんかもうね、50過ぎてからいろんなことにチャレンジしております。はい。で、目標ね、やっぱり100名行きたいなっていう気持ちがですね、あります。それで、昨日もね、コミュニティに書いたんですけれども、もし100名に達成したら、今歯切れのラミネートの保冷バッグか、この間オンラインショップで販売したものなんですけど、それのレシピをですね、一つプレゼントしようかなっていうふうに思ってます。レシピって言ってもですね、例えば皆さんね、布合わせって結構難しいじゃないですか。で、その布合わせをする時の生地の配分っていうのがあるんですよ。で、それがもうドンピシャで来るっていう、配分のレシピを一つプレゼントしようかなっていう風に思ってます。コミュニティの中で、出しますのでね、それで、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。メンバー参加できて嬉しいです。いや、もうこちらこそ本当にありがとうございます。もう何も特典ないよって言っているにもかかわらず、皆様が、入ってくださったので、本当に嬉しいなって思ってます。はい。で、できればね、なんかやっぱりご希望に応えたいなと思って、金子智美様ありがとうございます。このね、ご本名になっていらっしゃいますけど、そのメンバーのコミュニティの方で、自分の本名が出たくない場合は、
こういう風に変更できますよというやり方も書いてありますので、後ほどですね、コミュニティの方もご覧いただいて、設定方法、確認してみてくださいね。自分のなんかハンドルネームとかでもご参加いただけますので、ぜひご活用ください。はい、なんかね、そんな感じでもうやっておりますが、やっぱりなんかね、物を送ったりとかはできないけど、何か感謝の気持ちを、こういう動画の中で伝えられることができたらいいなっていう風に思ってます。はい。なので、なんか、こういうのを出してよっていうのがあったら、ワークショップはできないかもしんないけど、ワークショップをやるとしても、全公開というような、流れでやるというような感じではありかなっていう風に思ってます。なのでメンバー様が100名になったにもかかわらず、一般公開されるというね、ちょっとって思うかもしれないけど、その辺はちょっと目をつぶっていただいて、私のこの制作活動のこの励みになる応援という意味で受け取られていただけたらと思います。で、ワークショップなんですけれども、今回こちらにね、で、ネジ手芸部のお話に移っていくんですけれども、こちらもですね、ネジ手芸部の活動のこの作品になっております。で、ワークショップはやっぱりこうオンラインでやりますので、あんまり長いことできないですよね。で、インスタライブも多分こういう感じで、同じように配信する予定なんですけど、インスタライブもね、多分ね、2時間超えるとアーカイブに残らないらしいんですよ。なので、やっぱり1時間ぐらいでできるものが一番理想的かなっていう風に思ってます。なので、メンバー様の中で、例えば全部は見なくても、ここだけの細かいところをじっくり教えてほしいとか、そういうのだったら叶うかなっていう風に思いますし、1時間ぐらいでこれならできそうじゃないっていうアドバイスをいただけたら、ワークショップをやってもいいかなっていう風に思ってますのでね、よかったら、コミュニティの方からコメントを残していただけたらと思います。もうどんどんお金支払っていただいてるので、どんどん私を活用してください。活用されてこそ、猪俣が生きていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。で、そしたらですね、ネジ手芸部のお話に移っていきたいと思います。で、さっきからずっとこう触ってますけど、第4回の、ネジ手芸部の活動がこちらのエコバッグになります。で、今回も生地がですね、オリジナル生地になります。これはですね、ずっとご覧いただいている方は、ご存知だとは思うんですけれども、最初ね、生地を作ったのが300メーターぐらいだったのかな。で、前回のキットじゃない、手芸部をやった際にですね、生地が足らなくなってしまうという事態が起きまして、で、急遽、じゃあ、次も、ネジ手芸部の課題をこのオリジナル生地で作れるんであれば、もう1回生地を作りましょうということで、追加して、造反した生地になります。なので、こうロットが変わったんですけど、全くね、色の感じも変わらずに、作ることができると思ってて、届いても何も違和感なかったので、今回もこちらの生地で作ることになります。なので、もしかしたらね、生地別にお買い物されて、で、今回手元にあるから、もういいよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今回もですね、ネジの手芸部のオリジナルタグがついております。今回ね、変更しようかなって思ったんですけど、まだね、残ってるそうなので、今回もこちらのオリジナルタグを使っていきます。次回はね、ちょっと新しいものに変えていけたらなって思いますが、で、こちらをやる予定です。デザイン、ネイジュさんの布合わせデザイン、すべて大ファンです。小西さん、ありがとうございます。メンバーになっていただき。ありがとうございます。はい。なので、私も大ファンです。ありがとうございます。本当に。ご支援いただきありがとうございます。本当に。ありがとうございます。この布地でまた作れるの嬉しいです。ありがとうございます。今回はですね、前回はどうだったっけ？前回は短かったんだったっけ？あれ？前回って30センチ多分なかったような気がする。25センチとかに減らして、多分調整したんだよね。金額も手数料とかで金額が変わるから、多分量を減らしたような気がする。それでボックスティッシュケースですよね。作りましたね。これ。また席外すとおかしなことになっちゃうから、いいか。そうなんです。ありがとうございます。ちょっとコメント読ませていただきます。ありがとうございます。そう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 。なので今回は30センチで届きます。でですね、
MC スクエアさんって今回横浜の方かな、移転されたそうですね。で、どうやらね、私が見た感じでは裁断機というものがないような感じで、スタッフの方が全部手作業でカットされてるんですよ。なので、年中手芸部でご参加されてる方はご存知かと思うんですが、やっぱり生地がね、少し曲がって届いたりとか、そういうことが多々ね、あるかと思います。なので、今回、葉尺としては30センチでビーって切られるんですけど、やっぱりね、斜めにカットされたりとかもあると思うので、そうなった場合でも、すぐに作れるようなレシピっていうか、このプロセスで考えておりますので、今回もね、そんな感じで作りました。なのでね、これね、結構ね、超初心者さんでも作れる、ズボラさんでも作れるはずな、エコバッグになってます。で、今回作り方ちょっと今までと変えて、前はね、ここのところでもう、四つ折りにしたテープをこのまま挟んでここと渡してたんですけど、もうなんだ、レジ袋と同じようにここをね、つなげてみたんですよ。このデザイン多分よく見たことあるかと思うんですが、こうすることで脇もしっかりとこうホールドされるので、この作り方でちょっとやってみようかなっていう風な感じでした。で、もともとはね、ここで、ちょっとパイピングじゃないけど、三つ折りにしてやろうかなっていう風に思ったんですけど、ちょっとそれだとまたハードルが上がっちゃうので、一番簡単な方法で、仕上げています。なのでね、これどのぐらいかかるかな。裁断も全部やるので、まあ、2時間を見ておいていただければいいかなっていう風に思ってます。なので、届いた状態でそのまま始めて欲しいですね。で、エコバッグですからお洗濯します。だから水通しとかもね、必要ないですから、そのままでもう始めてもらいたいなっていう風に思います。で、初めての方、なんでここ繋がってんのってもしかしたら思うかもしれない。これはですね、私がフランスの旅行に行った時に、デッドストックの生地を購入してきて、その生地からちょっとデザインを少しいじって、で、こういうパネルの柄の生地を作らせていただきました。で、ここのストライプはね、だいたいね、5ミリぐらいのストライプになってます。これをね、パネル生地みたいにして、1枚の布から、こう花柄ストライプっていう風に、1枚の布でできるようにしたんですよ。で、この生地まだね、販売されてると思うので、もし気になる方は MC スクエアさんの、インスタのアカウントの方から飛んでみてくださいね。もしくはお問い合わせされてみてください。メーターね、2000円だったと思います。税込みで2200円なのかな。はい。はい、こんにちは。ありがとうございます。ハルルンソーイングさん。そう。なので、今日はね、YouTube と同時で、ライブ配信をさせていただいてますので、もし YouTube の方ご覧いただいている方は、YouTube の方を、見ていただいて、そちらからコメントをいただける方が、見やすくなっております。インスタでね、長い、コメントをいただくと、多分私がね、読み逃しちゃうことがあるかもしれない。はい。で、多分アーカイブも、YouTube の方に残るかもしれないですね。うん、わかんないです。何にも決めてない。なんかなんかこう、コマーシャルなんだっけ、広告が入らないからね、インスタライブの方は。なんか暇な時にラジオみたいに聞いてもらえればいいなっていう風に思ってますけど。はい。なので、こういう形にしました。で、すごくないですか？これ30センチでさ、昨日思いつきで作ったんですけど、試作だったのにすぐできちゃったっていう。ね。それで、ここにね、紐をつけたんですよ。だからね、これで紐も作って、残りが布耳だけになりました。すごいでしょ？なんか生地ってちょっと残したくなるでしょ？こういう風に。でもさ、残したって結局使ったりしないじゃないですか。なんかその満足になっちゃうだけなんで、ならもう生地そのまま全部使っちゃった方がいいなと思って、今回も布耳だけ残してます。で、布耳だけ残したものをですね、これまでもね、自主ゲ部やってきてるものを全部合わせて、ちょっとクリスマスのアイテムでもまたできたらいいなっていう風にね、思ってます。YouTube の方に移動しました。ありがとうございます。わあ、嬉しい。ありがとうございます。そうなんです。もうね、YouTube だって前、YouTube のライブを希望される方と、インスタライブのライブを希望される方と募ったら、やっぱり、YouTube の方が最初はね、インスタライブの方が多かったんですよ、コロナの頃。で、その後から YouTube の方に増えてきましたもんね。だからやっぱ見やすいんだよね。私もコメントすっごい見やすい。今ね、黒い
ところに文字が白文字で判定されるんですよ。YouTube すごい見やすい、私は。しかもなんかさ、パソコンのカメラでやってるから、もう楽ちんだね。楽ちんなのは私だけなんですけど。はい。だって前はね、カメラをこうセッティングしたりとかしなきゃいけなかったんですよ。それがちょっとね、ややこしかった。あとちょっと明るさ調整とかね、できないですけどね。あと BGM とかももうつかないですからね。私がただひたすら喋りまくるという感じになってます。はい。で、裏にするとどういう風になってるかっていうと、一枚布なので、あとこれシーチングなんですけど、結構ね、しっかりしたシーチングなので、エコバッグ向きですよね。洗えるし、いいと思う。で、ナイロンのエコバッグも軽くていいんですけど、ナイロンはさ、洗ってもあんまり汚れが落ちなかったりするでしょ。だからこうコメントじゃない、このコットンとかだといいなと思って、ここで全部ね、袋閉じ縫いというようなやり方をしております。で、繋がってるから脇は、ここは繋がったままなんですよ、このまま。縫い繋いでないんです、こんな風に。こうやってなってます、こんな風。で、反対側は、こう、だから輪にして作るようなやり方でやってます。まあ、一番重なり強いのはこのあたりかなっていう感じですけどね。はい。あ、YouTube はテレビで見られるので良いですってことは、テレビの画面で私を見てるんですか？今？ライブ配信もテレビで見れるんだ。そうなんだ。テレビみたい。すごいね。すごい時代だわ。はい。まあ、こんな風になってます。で、ループがついてます。これね、そのまま切らずに使ったからちょっと長いんですけど、まあ、このままでいいかなって思ってて、で、このね、ループの閉じ終わりのところ、前回もなんか巾着の紐の端っこのところやったと思うんですけど、オンライン講座でね、紹介しているやり方をちょっとショート動画作ろうかなと思ってるんですけど、ここだけちょっと面白い感じで、まあ、綺麗に作れる方法がありますので、それも紹介できたらいいなっていうふうに思ってます。なんか、すごいよね。海外の人とかの動画とか見てて、あ、こんなやり方あるんだとか思って、私もなんか、新たに知ることが多いですよ。で、そこから結局、なんか、自分だったらこうだなっていう感じで変えていっちゃうんですけど、そう。でね、上もね、悩んだんですけど、ただもう1本で縫い留めるだけにしました。ここ、持ち手のところ。持ち手のところ縫うときに、例えばここのミシン目で重ねるとかっていう風にすれば、目立たないんですけど、そうすると裏面も合わせなきゃいけないじゃないですか。そうするとまたさらにハードルが上がっちゃうので、もうここ1本だけにしたの。ま、ここはなんか好きなように変えてもらえればいいなっていう風に思いますけどね。ゆうこ、手仕事大好きさん、ありがとうございます。メンバーになってくださってありがとうございます。YouTube の方が慣れてるので見やすいです。おお。カサカサブランカさん？カサブランカさんってよくコメントくださいますね。ありがとうございます。カサブランカさんって、カサブランカに行ったことがあるんですか？そういうわけじゃないのかな。で、私はずっとね、気になってたんですけどね。金子さんありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく動画見てます。大ファンです。私も何点か作りましたよ。キットなども販売よろしくお願いします。ありがとうございます。で、現在ね、オンラインショップの方にキットをすぐ話が脱線する。もう良くないけど。いいか。キットを販売してて、昨日ね、ちょっと一部畳んでたんですけど、今回ラミネートがあるので、畳まなきゃいけないんですよ。どうしてもこのクリックポストってこういう、もう規定の箱があるので、これに入れて今送ってるんですけど、どうしてもね、折らなきゃいけないんだけど、ここの上の部分は折ったりしないで、例えば底の部分になるとかっていうところにこうテープを挟んでできるだけ折り目響かないようにしたり、脇のところだけ最低限な感じにして、箱に入れて、こんな感じで、今回のグラニーバッグですね、のキットをお送りします。で、なんか見た感じね、そんなに競争率高くない感じ。まあ、1個しかないのに、なんか2人とか3人とかやっぱりお申し込みがあるので、どっちみち抽選にはなってしまうんですけど、キットがね、少なすぎて申し訳ないんですけどね。毎回そんな感じでやっております。だからキットがね、少ないのが良くないんだよね。でもそんなに多くね、できないんですよ。1人でやってるともう限界があるので、申し訳ないです。いろんなことをやりすぎると、やっぱり、
全部うまくいかなくなっちゃいますからね。だから、キットは、数点になります。なんか、たまに揃う時もありますよ、10個ぐらい。でもそんなにたくさんはできないかな。うん。で、動画があるので、動画見ながらね、生地揃えてもらったりとかしていただけたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。最近お嬢ちゃんがミシン買ったので、先生の動画などなど紹介します。ゆうこさんありがとうございます。あ、佐藤さん、初めて YouTube で見てみました。ありがとうございます。メンバーになっていただきありがとうございます。嬉しいな。長いご縁ですね、佐藤さんも。ドリームから。長いな、ほんと。ドリームからですよ、私。手芸店でね、講師をしてましたので。懐かしいです。ドリームのね、手芸店はね、無料だったんですよ、もともと。で、無料で始めて、で、受講していただいてた時に、5人ぐらいかな、生徒さん。3人とかね、1人の時もありましたけど、結構楽しく、それが私のね、勉強の場にもなりましたね。それが私の講師のスタートなんですけど、それ以来ね、なんかね、何年後かに500円になったのかな。値上がっちゃったんだよね。そうするとね、あんまり受講される方が、いなくなるっていうか、やっぱり金額がね、やっぱかかってくると、それなりのものを教えなきゃいけないし、先生もね。うん。ちょっと先生が辞められるっていう場合もありましたね。私みたいに、ほら、独学でやってる先生とかもいらっしゃったから、ちょっとお金いただくんだったらできませんって言って辞められる方もいらっしゃいました。うんうん。道中、退場してばかりです。すいません。途中退場してばかり。大丈夫ですよ。ありがとうございます。こんにちは。手芸部に入るにはどうすればいいですか？手芸部に入るにはですね、じゃあ、メンバー様、コミュニティの方に貼っておきますね、このライブが終わったら。あと、このライブの後、概要欄の方に記載しておきます。ちょっと私、間際すぎて記載できなかったので、MC スクエアさんってインスタされてたら、MC スクエアさんの方に、あの、飛んでいただいて、そこから入るという感じになります。で、MC スクエア様からお知らせが届いてると思うんですけど、だから作品が決まらないうちに、お知らせが届いちゃったので、みんな何をやるんだろうっていう風に困っちゃったんですよね、きっとね。で、以前はですね、このキットがもう先に届いてて、後払い方式だったんですよ。で、後払い方式だと、やっぱり、なんだ、その集金が、今時あんまり後払い方式ってないですよね。ほんとにお客様を信用してずっとされてたと思うんですが、私がネイジ手芸部をやったことでですね、部員数が非常に多くでですね、800名以上になってしまったということで、かなり分母がですね、広がってしまったことで、回収が追いつかないという事態になったんじゃないかなっていうふうに予想されます。で、やっぱ管理も大変ですしね。なので、入金された方から、お送りしますというようなスタイルに変わりました。はい。なので、お振り込み、お済みの方から届いていきますので、今回はですね、ちょっとスタイルを変えますので、そのお知らせもちょっとしていきますね。コメント、東さん、ありがとうございます。グラニーバッグ抽選に応募しました。いつもショップでお買い物いただきありがとうございます。ユリのお花カサブランカが大好きなの。なるほど。そういうことか。モロッコではないんですね。私はモロッコのことをケーテムさん、ドリームの洋裁教室、今、もっと値段が上がりました。500円の時が懐かしいです。そうなんですね。値段上がったんだ。そうなんだ。やっぱりね、無料だとね。で、言っちゃうとね、ドリームはね、講師の収入は、全然ないんですよ。有料になった分、講師に支払われればいいんですけど、そういうことではなかったので、時給換算すると非常にね、あんまりよろしくないなっていうことと、すごい解約があって、私も結局辞めてしまったんですけど、時給計算したらダメなんですね、講師って。結局なんかね、他の先生もおっしゃってたんですけどね、講師はね、ボランティアだっていう風に言ってました。確かにね、その授業普通に仕事にパートに行ったりとかすると、その場に行って仕事を終えて帰ってくるじゃないですか。
でも講師ってそれ以外にも仕事があって、結局始まる前の準備とか、終わった後の準備とか、あと今、防具でやってる場合はキットの準備とか、それ以外にも、教室以外にも、やることがすごく多いので、それに見合うお給料じゃないと、ちょっと続けられないなっていう風に途中で思って、あの、防具もね、始めてたっていうこともあって、もう辞めさせていただいたんですよね。うんうん。やっぱりね、なんだかんだ、結局みんなそうじゃないですか。お給料が低いとちょっとやる気ダウンするじゃないですか。結局ね、それと同じですよね。うん。講師だってやっぱり好意でやってるけど、相手の方にはそれは伝わらないでしょ。お金もらってやってるっていう風に思うじゃない。だから求められるものがすごく多くなっていくんですよ。そう。ちょっとだんだん耐えられないなと思って。最初は自分の勉強のためだったので、それに見合うお仕事はさせていただけたので、私はもう十分満足して、納得して辞めることができたんですけどね。本当はもうずっと辞めないつもりでいたんですけど、結局それで防具学園の方で講師するようになりました。はい。ねねすももさん、ありがとうございます。メンバーになっていただいてありがとうございます。で、ドリームの洋裁教室は上がって、今おいくらなんですかね？ちなみに。もし差し支えなければ教えていただきたいです。次回の手芸部の振り込みしました。届くの楽しみです。ありがとうございます。もう次回分振り込みました。ありがとうございます。エコバッグ作るのが楽しみです。ありがとうございます。多分ね、早ければね、1時間ぐらいで終わるんですよ、これ。チャチャチャーって縫っちゃえば。でも私多分すごい喋るから2時間ぐらいになるかなと思います。で、これで、ミシンをね、今ここに置いてますよね。で、その職業用ミシンでやらずに、ネイジ手芸部の時は家庭用ミシンでやってるので、今とこの同じアングルで多分進めていくと思うんですよ。だから、ちょっと縫ってるところとか、言葉でしか伝えられなくはなってしまうんですけど、そこだけちょっとね、ご了承いただきたいなっていう風には思ってます。もしかしたら、ウェブカメラを少し下げて、例えばね、今だと画面を下げるとね、こんな感じになるんですよ。このぐらい、こういう風な感じで下げてっていう風にはできるかなっていう風に思ってますんで、そのぐらいかな、今できるとして。はい。そういう風な感じでやりたいなっていう風に思ってます。大丈夫そうですかね？そういうワークショップだったら、いけそうですかね？はい。そう。そんな風にやろうと思っております。そう。だからこういう風にやって見えるよね、そしたら、こんな感じで。この場所で大丈夫かな？なんか、いろいろセッティングするの大変なんですよ、ほんと準備が。あと、シンプルにやれる方が自分も負担なく長く続けられるかなっていう風に思ってますんで、はい。そんな風に、お付き合いいただければ思います。はい。でさ、私もう40分ぐらい喋ってるんだ。ライブって書いてある。あれ？そっか、45分から始めたから、もうそのぐらいになるんでね。長いですね。ありがとうございます。あとね、そう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 。最近なんか YouTube の私、旅動画を見るんですけど、このグッドボタンってあるじゃないですか、このグッドボタン。で、このグッドボタンを皆さんね、多分私の動画すごい再生回るんだけど、みんなね、見てそのままお帰りになられる方が多くて、グッドじゃなくても見たよのサインでグッドボタンをいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。なので、もういいかな、見なくてっていう時は、そうそうそう、ありがとうございます。1個増えた。ポチッと押していただけるとですね、このグッドボタンの何の意味があるかっていうとですね、このグッドボタンの、高評価っていう風になるんですけど、グッドボタンを押すとですね、見てる人がちゃんと反応してるってことになるんですよ。再生数って、もちろんその再生された数になるんですけど、それをちゃんと見ましたっていうアクションなんですよ、それが。ワンアクションになるので、そうすることで、ちゃんと動画が拡散されるんですよ。で、そうすると、それによって多くの人に動画を見てもらえるチャンスが広がるんですよ、私のチャンネルの。そう。らしいんで、私ね、
全然そういうのを言ったことなかったし、あんまり言う人いないですよね、こんなハンドメイドやってて。いいや、私はもう私でと思って。なのでコメント最近ちょっと入れるようにしたんですけど、なのでグッドボタンを入れてもらえると、励みになります。なんか花火が出たのは何これ？私が言ったからかな。インスタでね、今ね、花火が打ち上がった。見えました？みんな。あれ、私だけが見えてたの？今。なんだろう、今の花火。ちょっと謎なんだけど。え？先生らしい発言。だんだんね、もう緊張感なくなっちゃって。あれ、何だったの？今の花火は。見ました？途中で送りましたお知らせをさらっと読んだので、先生ちょっと待ってね。あ、花火、出たよね、やっぱり。ね。ね、なんなの、この花火は。一体何だったんだろう。私がグッドボタンって言ったからなんかな。それか、誰かが花火を打ち上げた？そんなことある？え？そのシステムは全然知りませんでした。あや姉さん。そうなんですよ。ね、知らないよね。私も知らなかったです。ちょっと待って。グッとしたからかな。あ、なるほど。そうなんだ。ちょっと待って、長いね。コメントが今入った。えっと、途中で送りました。お知らせをさらっと読んだので、先払い気づかず届くの待ってました。休み明け振り込みます。あ、なるほど。そう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 。そうなんです。そうなんだよね。アクションじゃないですか。グッドに反応したんで。そうなんだ。両手で、これ？もう一回花火打ち上がっちゃうのかな？ちょっと待って。やってみる？これ？グッド？出ないよね。何だったんだろう。よくわかんないけど。はい、始めまし入れられます、花火。そうなんだ。へえ、そうなんだ。へえ。私も振り込みました。次回はエコバッグなんですね。はい、入れられまはじめまして、レオさん。はじめまして。途中から参加です。エコバッグは、もうエコバッグのキット完売なのでしょうか？違うんです。これはね、自分で作るエコバッグになるので、生地が届いて、生地から裁断していくような感じになります。で、ネイジ手芸部っていうのはですね、あの、他の他のその MC スクエアさんってそのキットとかを販売されてて、で、なんとかクラブっていっぱいあるんですよ。で、クラブ名は自分で、やる人が作るんですけど、その生地を送ってくださるっていう、業者さんになります。で、その 業者さんっていうのかな、その MC スクエアさんが、そのキットの発送とかを全部してくださってるんですけど、別に布だけが届くような感じなんですよ。例えば、今月はこれをやりますっていう風に、MC スクエアさんの方で送るんじゃなくって、生地をこれとこれとこれとっていう感じの生地が皆さんに届いて、そのままだったら、そのまま生地を使ってもらうような感じなんだけど、その生地で、じゃあ私は今回じゃあこれをやりますよっていう感じで、ネイジ手芸部を発足して、その生地でじゃあこれをやりましょうみたいな感じの、私の方で課題提案をしているような感じなので、基本的に自分で仕上げてもらって、自分で裁断するというような形になってます。なので、完売はね、しないですよ。生地がある限り送ってくれると思います。はい。もう振り込んでもいいんでしょうかね。もう振り込んでいいと思います。はい。振込用紙が先に届いたので、第4回は何が始まるのかお知らせ待ってました。ね、なんか、やっぱちょっと私も連携がね、あんまりうまくいってないね、本当に申し訳ないですね。毎回なんかそのキットも、前回もここが繋がってる状態で本当は届く予定だったんですけど、ご丁寧にね、カットしてくださったりして、なんだろう、届く前のキットの確認とかを、画像の方で確認してたんですけど、そこまで、確認しきれてなかったので、本当に皆様には申し訳なかったです。はい。今見始めました。もう終わりですか？いや、もうそろそろね、もう48分も喋ってるし、まだ話すと思うけど。そう、ちょっと鼻水出てきちゃった。
そう、長くなってもよろしければ、もう少しお話しさせていただきたいと思います。なので、今回ね、まだ MC さんにお話ししてないんですけど、お手紙はもう作ってあって、で、そこにね、裁断図っていうかな、なんか必要な、葉弱のこのカットのものは、一応書き添えるような感じにして、2枚にさせてもらおうかなっていうふうに思ってます。旅から帰ってすぐ配信ありがとうございます。いや、もうこちらこそ見てくださってありがとうございます。そう。なので、間違いなくできるかなっていうのと、それで、今回、この明治手芸部のこれからなんですけれども、その最初に戻るとね、そのメンバーシップを始めるのに、期待されたのがそのワークショップだったんですけど、それを皆様にご覧いただけるように、これからこの明治手芸部の、活動をですね、今回のこの YouTube ライブみたいに、ライブ配信で行おうかと思っております。なので、この、コンビニエコバッグの方も祭壇からすべてライブ配信にしたいなっていう風に思ってます。でもね、今冷静に考えてさ、でもここでミシンをどかせば大丈夫か。ここで全部完結するような感じのライブ配信になるので、通常の動画みたいに、例えばこのなんだ、この針先まで丁寧に見せるとか、縫い目まで丁寧に見せるということがちょっとできにくくはなるんですけど、ちょっと画面をこの上下に動かしながらお見せしていくというような感じにはなっていきます。で、この記事が基準になってのワークショップになるので、お手持ちの記事で参加される場合は、ちょっと違う作りにはなってくるかもしれないんですけれども、多分大丈夫かなっていうふうには思いますね。生地幅とかもほとんど変わらないからね。なので、どなたでもご参加いただけるようなワークショップにしていきたいなっていうふうに思ってますので、よかったらね、こちらの方も、ご参加いただけたらと思います。で、その振り込みなんですけど、振り込みが済んだ方から発送されるので、遅いとワークショップに間に合わないという可能性はもちろん出てきちゃいます。じゃあ、そのワークショップいつやんのよって話じゃないですか。で、私、今、家族が今家にいない状態で、ここね、隣がもうリビングなんですよ。で、そのリビングにだいたいいつも家族がいるので、家族がいない時の隙を狙ってやらなきゃいけないので、なかなかね、その直前にならないと、ライブ配信ができないという、すごいデメリットを持っております。なので、それが有料ではなく無料でできるワークショップだからこそ、やれてるっていう感じなので、もちろん皆さんにお金いただいてたら、そんなことはもちろんできないんですけど、なので、だいたい、このあたりにやれるかなっていう日にちは事前に報告できるんですけど、できても多分数日前とか、ほんとにね、直前になんないとわからないということがあって、それだけほんとにご了承いただきたいなっていう風に思ってます。なんか動画を作って配信だったら日時をね、決められるんですけど、うん。だけど、やっぱ双方向でやれる方が、その場でやっぱり質問も受けれるし、やりやすいかなっていう風に思ってるんですよね。あとは、編集の手間がいらないというね、そこだけちょっとね、編集ね、ほんとに大変なんですよ。私だんだん目がね、今、遠いから文字見えるけど、だんだん字がね、見えなくなってきちゃって、ほんとにやばい、こんなに進行するんだっていうぐらい、字が見えなくなっちゃって、ちょっとまずいんですよ。そう。なので、できるだけその自分の方の負担目の負担とかも、考えて、できることを続けていけたらっていう風に思ってますんで。はい。この生地可愛いでしょ？で、そうそうそう、さっき見つけたんですけど、これとかも、そのオンラインショップの方に、載せます。そのメンバーシップのオンラインショップの方で販売をします。で、これ結局、これね、私失敗作なんですよ、実は。見えないでしょ？サイズを変えたりとかしてるんで、こういう風にね、縫い繋いでるんですよ。だから裁断間違えたら、縫い繋ぐような感じになっちゃうんですけど。で、これで見本になるじゃないですか。それでもう一つワークショップ用にもう一個できちゃうんですよ。そうすると、こっちは使うけど、もう一個作った方はやっぱり余ってしまうので、それがサンプルとして販売するような感じになるので、それがメンバーシップ専用のオンラインショップで販売されるという風になります。で、今、まだね、全部準備できてないんですけど、防具学園でオンライン講座で、作っていたトートバッグとか、これのトートバッグとかも、
本番用とサンプル用とだいたい2個ずつできてるので、それも、そのメンバーシップのオンラインショップの方に、どんどん、掲載をしていきます。で、追加をするたんびにですね、一応シークレットになってますので、その、パスワード式になってます。で、メンバーもやっぱり退会されたりとかすると思うんですけど、退会される前に抽選販売に参加された場合はですね、その後の確認はできないかもしれないんですけど、販売確定の時は直接お客様の方に連絡が行きますので、それは問題ない感じです。ただ、その後追加されるお知らせとかは随時、コミュニティの方でパスワードが変更になりますので、そちらはね、ご了承いただけたらと思います。なので、結構ね、あるんですよね、サンプル。夏にね、サンプル販売したんですけど、冬物のファーのものとかもまだあったりとかするから、それらもですね、どんどん販売していこうかなっていう風に思ってます。YouTube でね、紹介しているものとかね。うん。結構あるんですよね。でもなんか、本当はね、サンプル販売ってやりたくないんですよ、実は。なんでかって、これまで対面販売で販売できたのは、例えば、ここがね、こういう風になってるんですよっていう風に説明ができるじゃないですか。で、いつも、ちゃんとしたものを販売したいのに、そこだけちょっと帰った時、お家に持って帰った時とか、届いた時に、なんかここだけちょっと変じゃないっていう風になったら、信用がね、マイナスになってしまいますので、なので、オンラインでは販売したことがなくって、これまで。全部対面販売、イベントとかで販売をしてたんですよ。で、そのためにちゃんと説明をできたんですけど。だけど今ね、対面販売全くしてないですからね、私。もう4年ぐらいやってないんですよ。だからもうしょうがないなと思って、オンラインショップで販売するようになって、なので、結構個数っていうか増えましたよね。以前はそんなに販売してなかったので、だいぶ増えたかなっていう風に思ってますけどね。なので、そういう場が今回、メンバーシップをやるにあたってできたので良かったなっていう風に思ってます。この生地実は買って持ってるんです。あ、そうなんですね。そしたら、動画見ながら一緒に作ってみませんか？別に手芸部に入らなくっても、今回それだけでもできますよ。このタブとかはね、何か違うものに変えれば大丈夫なんで、30センチあれば作れます。はい。せっかくなのでね、活かしてもいいと思いますよ。はい。生配信だと双方向なので、わからないことも直接聞けていいですね。そうだよね。ありがとうございます。しかもさ、この YouTube のコメントは残るじゃないですか。で、後でこれリプレイできるんでしょ、多分。ね。トキさん。先日食事に行った先で、この生地で作った巾着を持った方を見ました。なんだか嬉しかったです。本当にすっごーい。YouTube プレミアムじゃないから突然広告入る？広告入るんですか？このライブ配信中も？あ、そうなんだ。広告が入っちゃうんだ。なんかね、このライブ配信の時に、あ、そっか、そうか、じゃあ、あれなのかな、ライブ配信の時は、広告なしにしといた方がいいのかな？で、ライブ配信終了後にオンにすればいいのか。ごめんなさいね、なんかそこまで私理解してなかった。すみません。今度でもワークショップやるときはね、ちょっと邪魔くさいよね、広告入るのね。そうしましょう。ね。はい。そうなんだ。ほんとに？広告入るんだ。いや、でも教えてもらって良かった。全然、なんかね、これどういう設定すればいいのかなと思ってた。広告ちょこちょこ入ってるの。すいませんね。ちょこちょこ入る。じゃあ私がさ、一人で喋ってるような感じになってるってことか。でも YouTube プレミアムね、楽ですよ、1回入っちゃうと、ほんとに。でね、YouTube プレミアム、私ね、結構、せこいことをしていて、で、Google アカウントをいくつか持ってるんですよね。で、そのいくつか持ってる方で、YouTube のプレミアムの招待とかあって、3ヶ月無料とか、半年無料とかっていう時に見て、で、退会してっていうのを繰り返していて、で、最後ね、なんか3ヶ月無料が来たんだよね、今回のアカウントで。そう。で、肝心な時中断すると悲しい。ごめんなさい、ほんとに。もっと早く教えてもらえればよかった。申し訳ないです。でも多分途中では変えられないもんね、広告設定はね。そう、なので次回気をつけます。でも教えてもらってありがとうございます。あららら、すみませんね。そういうことか。そう。
なのでね、私はね、今ね、だからプレミアムになったんですけど、それもね、もう使い切っちゃった感じなんですよ、全部。で、ドコモとかに入っても1ヶ月無料とかあるじゃないですか。それもね、使い切っちゃった感じなんで、もういよいよちゃんと有料でお金払おうって感じなんですけど。せっこいよね。手芸部に入ってるので、買った生地で友達に作りたいと思います。ああ、友達、喜びますよ。ありがとうございます。いいですね、東さん。絶対それはこれ喜ばれると思う。可愛いしね。裏面ストライプだからね、うるさすぎない感じがいいですよね。そうそうそう。で、その YouTube プレミアムなんですけどね、なんかパソコンで入るのと、そのスマホから入るのとでは金額がね、違うんですよ、400円ぐらい。ご存知でした？なんかスマホの iOS とか iPhone とかで入ると1680円なんだけど、パソコンから入ると1280円になるんですよね。で、しかもですね、私今 ahamo を使ってるんですけど、ドコモの。ahamo だと、爆上げプランとかっていうのが今あって、でね、なんかポイントでキャッシュバックされるのかな、20%。で、結局それに最終的には入りました。で、入る前に1ヶ月無料っていうのになってて、で、1ヶ月無料で入ってます。やっぱね、旅動画を私は結構見るんですけど、旅動画しか見てないんですけどね。途中でやっぱり遮られちゃうのはちょっと嫌だなと思って、旅ってこうルンルンでこう見てるのに、急になんか変なのが入るじゃないですか。なんかいいやとか思って、だからもう払うことにしました。で、一番安いのがね、YouTube プレミアムはね、年間プランっていうのがあって、ドコモで入ると1ヶ月ごとに払うのが、1080円ぐらいになるのかな。そのポイントキャッシュバックで。1020円か1030円かな。で、YouTube プレミアムも1年払いにすると、やっぱ1000円台になるらしいので、まあ、とりあえず私はドコモの方で入っておこうと思って、そっちで申し込みましたけど。はい。そんな感じです。そう、メンバーシップはどうやって入るのですか？無知ですみません。ありがとうございます。メンバーシップはね、あの、今画面どういう風に出てるんだろう。なんかチャンネル登録をするの隣に多分メンバーになるっていうボタンがあるかと思います。すごいね、グリーンの文字の方、皆様メンバーになってくださってる方で、ありがとうございます。すみません、ほんと。ね、でも、広告入っててもね、見れるんだったらいいよね。前回のティッシュボックスケースとティッシュケースたくさん作って何人にもプレゼントしたらすごく喜ばれて、私も嬉しくなりました。ありがとうございます。ね、嬉しい。今インスタライブの方をご覧いただいている方ありがとうございます。今ね、YouTube ライブの方を同時進行で、進めるようになりまして、YouTube ライブの方、もし YouTube ご覧になられるようでしたらですね、YouTube ライブの方もご覧になっていただけたらと思います。ただね、どうやら広告が入るっぽいので、もしかしたらインスタライブの方が見やすいかもわかんないですね。はい。そんな感じで。なのでコメントがね、多分見やすいのは YouTube の方かなって感じがします。ま、どちらでもお好きな入りやすい方で。なんかさ、でもさ、ウェブカメラの方が綺麗じゃないですか。なんかちょっと、露出がちゃんとなってるね。Mac ってすごいね、綺麗、白い。インスタライブ私、顔茶色い人になってない？で、最近なんかインスタのリールとかも上げるとね、色がね、変わるんですよ。なんでだろう、あれ。茶色っぽくなっちゃうの。なんか、色調整とかしてないから、もうそのままにしちゃってるんだけど、すごいなんかもう、ちょっとどす黒い感じで、こっち色白な感じで映るでしょ。多分こっちがほんとありがとう、マックって感じ。そう、そんな感じです。はい。なんかご質問ここまで大丈夫そうですかね？もう1時間超えちゃったんだけど。大丈夫そうですか？はい。バッグは中はどうなっていますか？1枚仕立てです。そう、1枚仕立てです。さっきね、出してたけど、1枚仕立てです。エコバッグだからね、お洗濯も乾きやすいようにしてます。で、側面がこういう畳町、ね、側面で畳町にしてるので、こうぺったんこになるんですよね。YouTube の色がクリアです。ありがとうございます。で、これね、紐を長くして、あんまり閉じることってないと思うんですけど、ここでこうやって縛って閉じるような感じの仕立て方にしました。こんな風に。こんな風に。
で、あとですね、昨日ちょっとやってたんだけど、いつもエコバッグってポケットとかつけたりとかするから、畳むときポケットの中に入れるんですけど、それをね、これでやるとね、ちょっとシーチングだから、少しゴワゴワするけど、こうやって畳んで、これもね、コンパクトにできるので、これもくるくるっとやってですね、ここでこんな感じで、このループに引っ掛けて、キュッと、ここもちっちゃく、ナイロンに比べたら全然畳めないですけど、小さくすることができます。こんな風に、なんかバッグの中にちょっと忍ばせておくのにもいいかなって思います。あとね、でも、やっぱ携帯やっぱりカバンの中かさばりたくないなっていう時は、ナイロンで作った方がいいんですよ。だから、ワークショップやる際に、どちらでもいいですよ。やるサイズとかはね、同じなので、ナイロンで作られるのもお勧めします。はい。こんにちは。最近チャンネル登録をさせていただき、過去動画の作品を数点作りました。ありがとうございます。小さな幸せさん、ありがとうございます。レオさん、生地購入や型紙はどうしたら良いですか？全然わからなくて。レオさんね。生地購入っていうのは、これの生地購入のことですよね。これはね、明治手芸部というのに入っていただいて、で、その各回でお支払いになるんですよ。これサブスクではないんですけど、ただ、今はね、後払いになったから、振り込みをした人にしか届かないっていう感じにはなってますね。うん。なので、概要欄に後で掲載しておきますので、よかったらご検討ください。この生地はね、そこでしか販売されてないオリジナル生地になってますのでね、そこだけで確認できるようになります。概要欄に後で記載しておきます。はい。東さん、マチもあって使いやすそうですね。ありがとうございます。マチね、11センチにしました、今回。10センチじゃなくて。11センチ。バランス的にはこれがちょうどいいのかなってふうに思ってます。はい。畳めるのも嬉しいですね。ありがとうございます、スワンさん。小さくなるのいいですね。ね、小さくなるのいいですよね。そうなんです。はい。こんな感じで。あとね、ちょっとだけ触れるとね、実は今、スワンさんっていうのがあったんで、あのね、えーっとね、2つぐらい前かな、スワニーさんの生地屋さんの動画をこの間、配信させていただいたんですけど、それを最後までご覧いただいた方はお分かりかと思うんですが、実はですね、生地がまた、作られることになりまして、なんとですね、その生地のスワニーさんと、コラボ生地が発売になります。素晴らしい。私ね、ずっと、オリジナル生地を作るの夢で、これの時もすごい大騒ぎしてたんだと大騒ぎしてたんですけど、あの、実際の私の本当の夢は、生地屋さんに並ぶことなんですよ。そのネージュという風に耳にちゃんと文字が書かれて、で、ちゃんと反物として布屋さんに並ぶっていうところまでが私の最終着地地点だったんですね、夢の。それがね、思いがけず叶うことになってしまってですね、びっくりしてるんです。これの時も、なんか、すごい、もうこうなったらみたいな感じですごい願っててなったわけじゃなくて、これも不意に、デザインできたことだったんですけど、で、今回の、そのスワニーさん鎌倉スワニーさんね、とのコラボ記事も、不意にお話をいただいて、急に始まったっていう感じなんで、何の、準備も、できてなかったんですけど、やっぱね、さすがの布のその老舗ですからね。もうデザインの仕方からもう素晴らしいんですよ。生地の配色とか。で、デザインを一応こちらでこんな感じみたいにやるんですけど、実はね、この、ローズしてません。で、実際にこれの時にもう1個デッドストックの生地があったので、それもいいなって思ったので、一応は提出したんですけど、今回はそれは通らず、ローズではないんですよ。ローズではなく、なんかちょっと幾何学チックな柄になるんですけど、気になる方はそのスワニーさんの動画の一番最後の方見てもらえれば、ちらっと出てますので、それが生地になるんですよ。すっごいびっくりですよ、ほんとに。そうなんですよ。ミラクルハンドメイドのカード定規大活躍してます。ありがとうございます。レオさんよろしく。はい。そうなんで、鎌倉スワニーさんですよ。すごいでしょ？いや、もう鼻からじゃないんですよ。そう。
花柄じゃないの。いつもスワニー社長のインスタライブを見ています。ね、なんか私もすごい失礼ながら、フォローさせていただくのがすごく遅くなってしまったんですけど、朝やってらっしゃるんですね。スワニーさんのライブ。すごい、社長もすごくいい方でね、ほんとに色々相談に乗っていただいて、で、1日、午後からね、その、なんだ、打ち合わせみたいな感じしたんですけど、ほぼもうその日に全部色とか、もう柄の感じとかも全部そこで決めて、耳のデザインまで。で、耳はさ、やっぱりこの生地の時にもう作ってあったので、結構私にとってはスムーズでした。で、しかも私染色工場の工場見学もしてるじゃないですか。以前に YouTube にも紹介してるんですけど、だからその生地がどういう風に作られていくのかっていうのも全部見てきてるから、すごい話がね、分かりやすくって、どういう風になるのかっていうのもイメージしやすかったんですよね。だから生地届くのが楽しみで、実はね、今ね、もうスワッチと言って、そのね、マス生地っていうんですか、サンプルの生地は今ね、手元にね、届いてるんですよ、何枚か。紹介できないけどね、そこはね、もうちょっとだけお待ちくださいね。はい。素敵ですね。スワニーさんの生地も大好きです。年内販売です。年内販売になる予定です。スワニーさんの動画確認してみます。ありがとうございます。スワニーさん大好きで、生地何度か買ってます。私もですよ。私もずっと、あの、ラミネートの生地とかも常にそこだけで買ってたりとかしてたんで、朝お一人でライブをされています。あ、そうなんだ。一人で。やっと涼しくなってミシンしたくなった時期に、明治手芸部始まって嬉しいです。ねえ、ほんと、暑かったよ、今年の夏。なんか前回だってさ、私扇風機つけたりとかしてたもん。なんか自分の見直してすごい恥ずかしくなっちゃったぐらい。ほんとに。暑かったですよね。で、私、旅から帰ってきたのがですね、ついこの間月曜日の夜なんですけど、あの、30度って機内放送で、機内アナウンスでね、日本のその、羽田成田か、成田の気温は30度って言われた時、びっくりして、なんで30度とか思って。で、暑かった。ほんとに暑かった。なのに昨日、一昨日からすごい寒くなってね、あれでしたけどね。はい、すごいおめでとうございます。ありがとうございます。今日、缶のくるみっこをネットで購入できました。あ、くるみっこ美味しいよ、ほんとに。私この間買えてよかったけど、あの日もね、ものすごい暑くて30度超えてる中、一応、売ってないかもしんないけど、本店の方行ったけど、やっぱりなくって、で、ちょっと離れたところに行ったんですけど、でもね、前はね、私、夕方の5時ぐらいに行って、本店で買ってたんですよ。だからもうすごい人気になっちゃったんだね、きっとね。でも美味しいよ。アッシュさん、コロナの頃、先生の動画に出会って、いろんな動画見まくっていました。先生の丁寧な作品作りに感動。そんな先生が今こんなにもすごくなっていて素晴らしいなって思っています。おめでとうございます。ありがとうございます。そう、コロナから YouTube 真面目に始めましたからね。それまではなんかもうすごい失礼ながら動画置き場みたいなことを思ってて、なんか自分が残してきたこの、今までブログでずっと紹介してきたものを、ブログって画像なので、すごい一個一個ね、写真に撮ってブログに記事にしてたんですよ。それが動くものになって、動画に全部できたらいいなって思ってたんだけど、昔はね、私一番最初に始めたのって2014年なんですよ。だいぶ古いんですけど、その時にマスクの動画を作った時は、パソコン上のその YouTube の中で動画が作れたんですよ。それがね、えらい難しくって、もう10分以内の動画だったのかな。それがね、すごい時間かかって、もうブログの方がいいやと思って、結局そこでもうすぐ諦めてやめちゃったんですよ。なんだけど、そのコロナの前かな、2019年か。の頃に、ちょうどインスタとかがストーリーがあったりとか、あと IGTV っていうのが前ね、ありましたよね。で、それがあったので、そこで動画の配信が結構楽しくなって、じゃあこれをそのまま YouTube の方に残せばいいかなっていうところで始まったのが今の YouTube なんですけど、だからそん時は、そのインスタで撮ったそのスマホの動画とかをそのまま編集とかも、そのスマホの中で編集して、で、アップロードしたやつを YouTube にそのまま出してたっていうのが溜まってたのが、その縫い方のコツとか、すごい初期の頃はそれだったんですよね。そう。で、コロナになって、マスクの動画もやっぱ同じようにインスタに出してたんだけど、やっぱりあの
ちゃんと、なんかすごい求められるものが多かったんだよね。ここ一つ出すとさ、こういうのも、こういうのも、ああいうのもみたいな感じのリクエストが多くって、で、もうその時ってもうマスク作ることしかできなかったから、あ、じゃあ、あれもこれもみたいな感じでスマホで撮ってたのがスタートでした。で、今はね、それからカメラの機材とか増やしちゃって、ちょっとちゃんとやろうみたいな感じになって、本腰入れてやっている次第でございます。はい。ありがとうございます。スワニーさんのオンラインでコラボ記事買えるようになるんですか？東さん。その通りです。はい、先生の動画でクルミッ子を知りました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。私もでも教えてもらったんですよね。すごい美味しいですよ、あれ。ぜひ食べてみてください。石井恵子さん、メンバーになっていただきありがとうございます。本当にメンバーになっていただいても、何もプレゼントするものがなくて申し訳ないんですが、大変励みになります。私のファンになってもらう、ファンクラブ、ネージファンクラブみたいな感じです。だってファンクラブって、あの、T シャツ買ったりとかするじゃないですか、皆さん。なんかいろいろファンクラブ入ってらっしゃる方とかね、見てると思うんですけど、そのファンクラブで購入される T シャツとかは、例えば、1枚200円ぐらいとかでできてても、3000円ぐらいで売ってて、その利益がその活動費になるんですよね。大きなスタジオを借りるのに、皆さんのチケット代だけでは賄えないので、そのファンの皆さんにみんなに買ってもらうことで活動支援になってるっていうのがあるじゃないですか。今回のメンバーシップも本当に同じような感じです。はい。なので、カメラを購入させてもらったりとか、例えばなんか、考えるときに、みんなメンバーがいるから頑張ろうみたいな感じになれるわけですよ。なんかそういう、励みになっております。フォロワー数でもすごく励みになってるんですけど、実際にやっぱり対価を払っていただくっていうのは、やっぱり教室と同じぐらい重みがあります、私にとって。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。推し活で楽しいです。推し活ですよね。ありがとうございます。オンラインで買えるんですね。ありがとうございます。そう、オンラインで買えます。で、発売がいつになるのかね、まだわかんないですけどね。もうでも記事はどんどん進行してますし、やっぱスワニさん、その辺は得意で早いので、多分どん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 、進んでいくんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱりそれによってですね、どういうものができるのかなっていうご提案をですね、私もする役目がありますので、やっぱスワニーさんね、型紙の宝庫ですからね。皆さん多分一度や二度使ったことがあるんじゃないでしょうか。1000円以上お買い上げいただくとですね、無料の型紙がもらえるという、もうすごい太っ腹企画を昔からされてます。で、洋服とかもね、されてますので、それでね、製図になっちゃうけどね、洋服はね、そういうのもできるので、洋服も作れたらいいなと思います。コメントがね、ちょっとインスタから入りましたので読ませていただきます。コロナの時に見つけてそこからファンです。他に保冷付きお弁当作り、今でも活用してます。ありがとうございます。いや、もうコメントありがたいでございます。はい。インスタはね、じゃあ旅の話でもしましょうか。旅ね。そうそう。声大丈夫そうですか？このまま YouTube の私マイク置くつもりはないんだけど、一応あるんですよ。カメラのマイクが。カメラっていうか、なんかウェブカメラとかね、横に置いたりとかすることはできると思うんですけど、私は多分やらないので、そのままマイクで拾ってもらおうと思って。スワニーさんで型紙いくつか購入してます。ねえ、ありがとうございます。うん、そうなんです。そう、だからスワニーさんね、バッグもすごいですよ。動画ぜひご覧になってください。ぶら下がってるやつ、お店じゃないからね。それ全部レシピがありますよっていうサンプルがぶら下がってます。そう。なのでね、声大丈夫です。ありがとうございます。なので、皆さんね、作りたい形が必ず出てくると思います。私もそこを参考にすることもありますし、もちろんなんか全部、そのまま自分の型紙にするわけにはいかないので、形とかね、ちょっと使いやすさとかプラスしていきますけど、いや、すごいですよね。うん。なんか元祖かなっていう風に思います。うん。で、あとなんかやっぱ手作りの人を、私もね、増やしたいですね。手作り人口は、コロナの時に皆さんマスク作りをされて、ミシンをね、購入された方、たくさんいらっしゃると思うんですが、それ以降ね、あの、やっぱり、離脱される方も非常に多いので、ハンドメイド自体はまたね、こうなっちゃってるんですよ。
ちょっと寂しい感じ。だから布もやっぱりそれなりにやっぱり売れないと新しい生地も出ていかないから、私の役割としては、やっぱりもっと作る人を増やして楽しんでもらえるってだといいなっていう風に思っているので、はい。なのでその役割をしたいなっていう風に思ってます。はい。なんでね、なんかあんま難しいバッグとかを紹介できないのはね、あれですけど、でも、まあ、簡単なものから皆さんがちょっと膨らましていただいて、まあ、私はアイディアを提供することはできますので、例えばここにもうちょっとポケットつけられるよとか、そういうことはできるかなっていうふうに思いますので、まあ、なんかそういうふうに皆様で応用していただけたらと思います。旅行のお疲れもなく先生お元気です。ごい。そう、だってもう帰ってきてね、帰ってきたらもう山のようにこのテーブルのね、上に郵便物が置かれてまして、もう仕事が来てましたね。はい。もう覚悟してましたからいいんです。はい。私もマスク作りからミシンを購入してソーイングスクールに通うようになりました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。メンバーになっていただきありがとうございます。うん。コロナでミシンがバカ売れしたけど、一度もミシンして旅行ってっていう人に会うことが時々あります。ミシンしてない。ああ、売れたけど一度もミシンしてない。あ、とりあえずは買うけど、結局ミシンしなかったっていう感じか。ああ、そっか。ま、そういう人もいる。あ、実は私も娘がいるんですけどね、私の娘はミシン一切しないですからね。ミシンアレルギーと言っております。ま、そんなもんですよ。はい。そんなもんです。だから好き嫌いはやっぱりあります。うん。あとね、やっぱりさ、そのミシン買ったら、布も買うでしょ。で、道具どんどん増えていくじゃないですか。で、主婦の方がやっぱり始められると思うので、私ももちろん主婦で始めてるから、最初ね、布を買うのにさ、あれもこれもって買ってるとやっぱり諭吉が飛んでっちゃう感じになっていくじゃないですか。でも主婦ってさ、そんなに自分のパートのお給料の稼ぎもなかったし、私は専業主婦だったから、旦那さんのお給料で布を買わなきゃいけないでしょ。だから結構ね、やりにくかったよね。うん。なんかもうずっとだからね、馬鹿にされてるような感じだった。で、今やっとさ、その本とか出るようになってから、やっと認められるようになったかなって感じかな。自分でね、稼げるようになって、ま、旅行にも行くようになっちゃったしね。うん。ま、なんかそこまで来るには結構長い道のりもあったし、うん、大変だったから、今なんか販売するのに悩まれてる方もね、結構たくさんいらっしゃいますもんね。そういえば皆さん、スレッズってやってらっしゃいます？スレッズってインスタが作ったツイッターみたいな感じのやつ。あれって何なんですかね？なんか開くとさ、おすすめにされるのも結構なんか愚痴っぽい感じだったり、ハンドメイドでなんか売れないとか、なんか真似されたとか、なんかすごいマイナスなことばっかりが書かれてて、なんなんだろうって、あとなんか1日でフォロワーが3000人増えましたとかっていう呼び込みみたいなのもあって、釣られていっちゃうんだけど。あれ何なんだろうね。だからなんかあんまり投稿してないんだけど、はい、なんか罪悪感あるんですよね。ああ、記事買うのにですよね。スレッズやってない。ね。ちょっとやって、私なんかフォロワーさんもすごい増えててありがたいなって思いつつも、ちょっとなんか開くと、そういうのなんとなく見ちゃったりとかして、やっぱりなんかあんまツイッターと変わんない感じになってんのかな。ね。うん。そうそうそう。うん。うちの娘も全く裁縫できません。やろうとしてません。あ、でもね、私の娘はね、あれなんですよ、幼稚園の先生をやっていたので、その当時はね、手縫いでフェルトの小物とか作ってましたよ。だからね、できなくはないんだけど、それこそね、全部手縫い派なんですよ。うん。なんか、何か直すんでもミシンとかじゃなくて全部手縫いでやられてます。結構皆さんの中でもミシンじゃなくて手縫いの方、多分マスクの時もそうだったけど、全部手縫いの方いらっしゃって、まさにそんな感じでしたね。うん、だから手縫いはそんな苦じゃないみたいですね。はい、あんまりです。ね、ね、そうだよね。あんまりですね、鳥重さん。スレッズアカウントありますが、馴染めません。ねえ。あれなんだろうね。
スレッズ見てますよ。フォローしている方のしか基本見ません。私もね、そうしたいんですけど、なんか画面が一番最初に開く画面がね、なんかおすすめ画面になってる。スレッズはインスタのフォロワーがそのまま引き継がれます。あ、そうなんだ。へえ。松田みどりさん、今、手芸屋さんとかどんどん潰れていって寂しいです。ハンドメイド人口減って。そうなの。ほんとに潰れてってるんですよ。ほんとにそうなの。で、日暮里の問屋街の動画もこないだ紹介させていただいたんですけど、日暮里もだいぶ変わりましたね。コンビニになっちゃったりとかね。なんか、レース屋さんだったところが変わってたりとか、だいぶ減ったかな。うん、ほんとに。でも私、あそこの1軒ちょっと狙ってるんですけどね。絶対無理だけど。ちょっとスレッズでそれこそね、変な夢のような話をしてて、なんか皆さんが来られるコミュニティみたいなやつを作りたいなとか思ってて、ミシンも結構うちいっぱいあるんですよ。自宅ワークショップをやってたことがあるので、ミシンも結構たくさんあったりとか、あとやっぱりグレードが上がると、その前の機種を使わないで残しておいたりとかするので、ミシンもね、結構増え続けてて、どうしようっていうぐらいある。実はね、このテーブルの下にね、ブラザーのね、刺繍機もあるんですよ。刺繍ミシンもあったりとかして、なんかやりたいことは増えてるんだけど、何もできてなくって、ちょっと宝の持ち腐れになってるから、そういうなんかミシンとか自由にできるような場が作れたらいいななんていう風に思ってるんですけど、ちょっと家賃代とかね、調べたらえらい高くて、あら？みたいな。高いし、しかも日暮里に来たらさ、そんなところでミシンやろうなんて思わないでしょ。みんなだって布買いに行くのが目的だから、日暮里でやったらダメだなって思ってて、そしたら日暮里からちょっと足を伸ばしてどこだろうと思ったら北千住とかかなとかさ、そんな風にね、思ってます。でもなんか、そんな長くやんなくってもいいから、3ヶ月ぐらいとかね、なんかまた貸ししてくれるお店ないかな？なんか、ちょっとそういうのも考えながら、ちょっと最近はね、うろうろしてるんですよ。で、大体日暮里はね、カフェは失敗すると思います。私から見ても、私が初めて行った時も、その時は、そうそうそう、それこそカードとか使えない時代だったから、現金持ってなきゃいけないでしょ。だから、そんなカフェとか食べ物にお金なんて費やしてられないんですよ。もう生地買う資金にしかないから。だからそういうのは無理だよなとか思ってて。そうそう。なんか日暮里でさ、休憩場所みたいな、で、ちょっと買ってきたやつを縫ってみたいけど、どういう風に縫えばいいのか分かんないとかっていう人の手助けができるような、お店、ちょっと変わってるよね。なんかそういうのがあったらいいな、予約制とかにしてあったらいいなとか思ってますね。あとなんかエアビーを一緒に同時にやっちゃえば海外の人泊まれるかなとか、エアビー別に日本の人も泊まれるから、そこを宿泊にされたらいいなとか、なんかそんなこと漠然と考えてます。でも私、来年大作会なんですよ。なんか、信じてる人いないかもしれないけど、私は細木数子の、あの、12星座のなんとかっていうのでやってて、で、ゲッターズイだと、それを見てるんですけど、多分今年と来年と再来年はまだ良くないので、それ以降に1回はちょっとやりたいなっていう風に思ってるので、3ヶ月ぐらい、だからそれまでに、皆様の信頼関係を崩さないようにする努力をしつつですね、ファンの方も増やして、皆様ができるコミュニティを作れたらいいなって思ってますので、よかったら長くですね、お付き合いいただけると嬉しいです。はい、西谷さん、メンバーになっていただきありがとうございます。パリエって何ですか？パリエ。なんだろうね。日暮里でショップやってほしいです。レンタルスペースの月契約あるといいですね。あるんですよ、レンタルスペースの月契約って。実はあるんだけどね、なんかその飲食がダメとか、で、あとなんかね、いろいろルールがある。で、例えば、賃貸でアパートを借りるとするじゃないですか。その賃貸のアパートで何か商売をするのもダメだったりとか、ちょっとそういうね、厳しさがあるので、それなりに調べてるんですよ。そう。なので、なんか、もしそういう風にアンテナ張ってれば、なんかタイミングが合うんじゃないかなっていう風に思ってるんで、いつでも。結構、どんな時もタイミングだと思ってるので、なんか、いつか、なんか、こう口にしてればなんかやれそうな気がしてます。はい。なので、期待して
気長に待っていただけたらと思います。はい。で、ちょっと旅の話でもしましょうか。もうでも時間が結構1時間半ぐらい喋ってる。あ、もう3時過ぎてる。どうしよう。大丈夫ですかね、皆さん。お付き合いいただいても。5分ぐらいにしとくか。そう、旅のお話もね、少ししたいんですけど、そのね、皆さん YouTube ご覧になってていかがですか？私ハンドメイドでやってるんですけど、あの、ハンドメイドでやってるのにね、旅の動画を出すじゃないですか、突然。それってどう思います？ダメです。ダメかな？実際にお会いしてお話ししたい。私ずっとこんな感じですよ。変わんないもん。何にも変わんない。ずっとこうやって喋ってて。変わらないですよ。はい。もう、どうしよう、だからさ、その YouTube の旅動画で、5月に行った時は1ヶ月フルで、やってたので、動画をね、ちょっとたまに出しながら、喜んで見てます、旅動画。ありがとうございます。やってたんだけど、だけど、今回はさ、やっぱりこの布のこともあるし、手芸部のこともあるし、やることいっぱいあるので、で、あと、ミラクルハンドメイド定規ブック本のね、本の方の動画の方の公開もあるので、ちょっとしばらく旅動画は、まだ編集も何も一切手つかずなんですけど、旅動画、年末年始あたりが皆さん多分ハンドメイドお休みするか、やる方はいらっしゃるかもしんないけど、ちょっとゆっくり時間あって家でね、ゆっくり見れるかなっていう風に思ってるんで、で、だんだんなんか旅動画って、あの、今はなんか YouTube の傾向として、この、なんだ、尺が長い方が見てもらえるっていう、こう、おすすめに表示されるっていう傾向になってるんですよ、AI が。長時間皆さんが滞在してるから、この動画はいいものだっていう風に、判断するそうです。そうするとおすすめにも表示されるからっていうことで、旅動画がね、結構私が見てる人のやつもどん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 長くなってて、で、去年行った動画とかは結構編集して大変だったんだけど、その5月ぐらいの頃からのは編集をそんなにしないで全部出すようにしてるんですよ。だからもう今回のもう長くなってもいいから、もうそのまま編集をそんなにしないでリアルで出してみようかなっていう風に思ってます。なので結構長い動画が、あの、年末年始、旅動画で紹介していきたいなっていう風に思ってるんで、一通りね、ハンドメイドのそのクリスマスのシーズンぐらいまでのは終わってから、旅動画を流していこうかなっていう風に思ってますので。で、今回で旅ね、スイスのチューリヒとね、あとイタリアに行ったんですよ。で、イタリアはね、ずっと行ってみたかったんだけど、ずっと怖い場所であって、で、一人旅できんのかなっていう風に思ってたんですけど、で、結構旅で一人旅行かれてる方が多いので、ちょっと行ってみたいなと思って、ずっとそれは調べてはいたんですけど、行くのはね、来年の予定でいたんですけど、来年ね、ちょっとやっぱり家族の予定とかもちょっと立てにくい状況にもなってきて、で、やっぱり年齢的にもさ、母親も、両親もね、向こうの両親も年齢も結構高くなってきてるから、いつ何があるかわからないというような、いっつもね、ドキドキの状態で来年の予定を立ててたんですよ。だから、もうなんかちょっとそういうことは難しくなってくるなと思って、で、教室もあるから、その空いた隙に行くしかないっていうところで、急に行ったんですよ。だから急に決めたのがね、もう8月のね、30日とかだったと思う、決めたのが。で、その時に、私は普段、アナマイルを貯めていて、そのマイルが、ポイントとかでね、すごい結構貯めて、で、貯まってたんですよ。で、ちょうどなんか娘ともなんかエアーズロック行きたいとかいう話してて、じゃあマイルをちょっと、ポイントからマイルに変換させとこうと思って、で、それをしたばっかりだったんで、マイルはね、結構溜まってて、10万マイルぐらいになったのかな。で、それお買い物で全部貯めたわけじゃないですよ。それもちょっと、一応なんか説明したいなとは思うんですけど、なんか、それの前の旅で行けるので、で、いつもチケットなくなっちゃうと思ってて、何気に調べて行ったら取れたんですよ。で、最初はローマから入って、チューリッヒで、帰ってくるっていう、そのルート、もうほんとはね、ローマから往復でも良かったんだけど、経由するのがチューリッヒだったんですよ。だったらチューリッヒで泊まるっていう方法にしてもいいなっていう風に思って、今回2カ国にしたんですけど、
で、それで見てたら、ビジネスが取れたんですよ。ビジネスすごいよね。なんか、普通の金額では、普通には払えないですからね。だって調べるとさ、もう100万近くするんですよ。あれ乗ってる人すごいですよね。もう、なんか私には考えられないって思ってて。で、いつかこのレーンに行きたいって思ってたのが、そのマイルで叶ったっていう。でも誰でもできるので、ほんとに今からでもいいから、マイルを貯めるということをぜひね、してもらえたら、私と同じような旅ができますよ。ぜひぜひしてみてください。喜んでヨーロッパの一人旅憧れます。ありがとうございます。旅の動画も楽しく見てます。ありがとうございます。旅の動画楽しく見させていただいています。ありがとうございます。私はできないので楽しみに拝見しています。そうなんですね。ありがとうございます。旅動画なかなか旅行に行けないので楽しいです。ありがとうございます。旅しながら生地屋さん巡り見れて良かったです。マリメコの生地はこちらより安く購入できましたか？ヘルシンキの動画ですよね。もう安くできますよ。うん。あと、日本に売ってないものが販売されてたりとかするので、全然安くなるけど、今円安なんですよ、ものすごい。私が行った時ね、マックスの円安で176円まで行ったんで、お得感としてはそんなにはなかったですね。だからなんかネットで買えそうなものは買わなかったっていう感じです。はい。自分が海外なんて行けないので、背景が見られて嬉しいです。先生の動画綺麗で見やすいです。ありがとうございます。海外一人旅すごいですね。東さんありがとうございます。一人旅は無理なので、初めて一人でドイツクリスマスツアーに申し込みました。おお。すごい。ドイツクリスマスツアーいいですね。でもなんか、そういうところから、だんだん一人旅になっていくんですよ。なんでかって、ツアーって結局同じ行動を取らなきゃいけないじゃないですか。で、そうするともうちょっとここ見ときたいとかって思った時に、時間が取れないんですよ。ツアーって全部時間刻みで決まってるから。で、そこからがステップになっていくと思いますよ。ただ寂しいのはね、一人旅で寂しいのはやっぱりご飯時かなと思って、海外やっぱり量も多いし、で、一人で食べるから、ちょっと寂しいんだけど、最近はさ、カメラを持って行ってるから目の前に置いて、みんながいるような感覚で食べるようにしてましたけど、すごい傍から見たら変な感じだよね。カメラに向かって喋ってるからさ。こんな感じでやってます。はい、みんながいるような感じでやってます。そうそう。とても見やすく編集されているので、楽しく拝見しています。ありがとうございます。一人旅すごすぎます。スイス素敵です。怖い思いはされませんでしたか？怖い思いね、一切なかったんですよ。イタリアは、実際にね、私は学生の卒業旅行で行ったのが初めてのローマだったんです。その旅の計画も私が立ててたんですけど、で、そのローマに行った時、その当時はね、30年ぐらい前ですから、ジプシーっていうのがいて、で、やっぱり貧困の差が激しいんですよね、イタリアって。だから、リュックとかも、こうやって背負ってるのにガーって取られちゃったりとか、あとなんか落としましたよって言って、拾ってる隙にリュックからなんか物取られたりとかっていうスリがすごい横行していて、だからポケットの中に何も入れないとか、もういろんな海外私も結構旅してきてるんで、もうどこでも同じような感じにはしてるんですけど、必ず前掛けに貴重品をやって、ポケットには何も入れない、ハンカチぐらいしか入れない。で、リュックは背負わないっていう風にしてるので、怖い思いっていうのはしてこなかったんですけど、ローマは実際に私は働いてた時の、部署は違うんですけど、同僚の子がやっぱり囲まれて、リュックだったかな、スーツケースだったかな、取られちゃったっていうことを聞いたんですよ。もう取られちゃったらパスポートとかもその中に入ってるから、ほんとに大変だったって聞いて、いや、もうほんとビビってたんだけど、イタリア、全然そんなことなかったです。あとむしろね、今ね、観光地化してるので、いろんな国の人が来てるから、やっぱスリとかはすごく多いし、注意の放送はすごい入るんですけど、私は今んとこ何もなかったですね。もう常にスマホを手にしてて、カメラ持ってみたいな感じ。だからカメラをポッて持ってかれちゃったらアウトだけど、でもね、こんな感じで持ってたからね、大丈夫だったですね。で、貴重品を常にだから、いつもはポシェットなんだけど、ポシェットでもこの腰の高さがちょっとビビっちゃうんで、もうこの辺のサコッシュとか、これボディバッグみたいなのに今回はしてました。
で、1回ね、大失敗したのが、罰金を取られました。で、海外って日本と違って改札とかがなくて、電車のチケットを電車の中に乗ってから見せるんですよ。で、オンラインで購入しているものは QR コードがあるので、スマホで見せればその場で大丈夫なんですけど、チケットを実際に買って乗る場合は刻印をしなきゃいけないんですよ。で、その刻印をしたりタッチをしたりしなきゃいけないんですけど、じゃ、そのチケットの買い方で、なんかもう旅行者だし、なんとか言えばごまかせれば大丈夫かなとか思っていたらですね、全然通用しなくて、もう分かんないみたいな感じのふりをしてたんですけど、何言ってんのか分かんないみたいな、ちょっとずるっこいことをしようとしてたら、全然ごまかせなくてもいいよ、払うみたいな感じで、70ユーロ近く払ったかな。なんか電車賃と、間違えてね、同じ方向のものを2枚買っちゃったんですよ、私。本当は帰りは、ちゃんとその行き先がこっちから帰ってくるっていう、この、表示がね、逆になんなきゃいけなかったんだけど、私は矢印がこう交互になってたから、もしかしたらこのチケットで帰り使えるんじゃないかなっていう風に思ってて、で、それで帰りのチケットと思って持ってたものを、ずっとその言い訳をしてたんですよ。これ使えんじゃないのって、使えると思って買ったっていう風にずっと言ってたんだけど、全然通用しなくって、罰金の60ユーロと、その帰りのチケット分、その、本当は9.5ユーロで帰れる、10ユーロ以内で帰れたのに、それを上乗せされて69.5ユーロ、追加で支払うことになってしまって、1万2、3千ぐらいかな。罰金を食らいました。だから自分のせいなんですけどね。それぐらいかな。そう。で、それで1回ね、失敗したにもかかわらず、次の日かな、次別の時に、またね、同じ失敗をしたんですよね。で、その時も気が付かなかったんだけど、駅に入る時に、ピッて、テルミニ駅ってローマ、テルミニ駅って中央駅があるんですけど、そこはね、ピッて入ってから、ホームの改札に入れるので、そのピッていうので、もう大丈夫って思ってたらですね、それもダメだったみたいで、電車に乗ってから、その車掌さんが来て、私チケット見せて、で、ずっとなんか書いてるんですよ。で、なんだろうと思ったら、ちゃんとここに刻印しないとダメだよ、ここから4時間だよっていう風に教えてくれて、その人はいい人だったから、罰金は払わずに、注意で済みました。だから私それ知らなかったら、もっとひどい人だったら、またもう1回罰金払う、知らないまんま罰金払うことになってたので、そういうね、自分のミスですけど、それぐらいはあったけど、あと怖いっていうことはなかったかなっていう。いろいろありますよ、ほんとでも。旅してると。もうなんか、もうバスないよって言われて、もう路頭に迷ってたらバスが来たりとかね、なんかギリギリセーフなことが非常に多かったです。そんなことが続く、旅でございました。はい。だけど、無事に帰ってこれたからね、いいんですけどね。はい。よかった。で、帰りにね、歯磨き粉とか、あとリゾットになるものとかもね、すごいたくさん買ってきちゃったんで、帰りは荷物が2つになったけど、今回はリュック1個で行ってきました。パソコンとかね、ガジェット系が重いからね、ちょっとその分はあれだけど、リュック1個でもなんとかね、旅ができましたんで、そのあたりまたね、年末年始動画に上げたいと思いますので、よかったらお付き合いいただけたらと思います。はい。じゃあもう結構ね、長くなっちゃいましたけど、はい。もうこのあたりで終わりにしましょうか。大丈夫かな。スイスね、素敵でしたよ。本当インスタストーリーね、ご覧になってくださった方はリアルタイムに、見てましたんで。マッターホルンがね、皆さんにお披露目できたのが本当に良かった。マッターホルン見に行ったんだけど、やっぱ自然はね、タイミングだからね、ほんとに、ほんとにほんとに、タイミングだったので、全く見えなかったんですけど、最後の最後に見れたのが、ほんとにありがたかったです。なんか綺麗な動画が、お披露目できると思いますので、その辺も楽しみにしていただけたらと思います。はい。はい、こちらこそ先生に会えて嬉しい、私も会えて嬉しいです、アッシュさん。多分インスタの方でコメントくださってるアカウントと同じですよね、カエルマーク。なんか多分インスタの方でも見てて、いつもコメントいただきありがとうございます。はい。ではそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。YouTube ライブご覧いただきまして、インスタライブご覧いただきまして、ありがとうございました。なので、ちょっと話長くなりましたけれども、こちらですね、明治手芸部第4回の、作品はこちらになりますので、はい、振込用紙が届きましたらですね、
即座にご入金いただきまして、ワークショップする際にはですね、同時スタートできることを願っております。で、こんな感じのスタイルでやりますので、よろしくお願いします。多分大丈夫かな。ミシン入れ替えてる時間なかったんで、もしかしたら当日ちょっとやるかもしれない。見え方でね、はい、やろうかなと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。メンバーになってメンバーシップに加わってくださいました皆様も本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。あとオンラインショップの方もぜひ10明日かな今日かな ?12 日、今日か。今日の18時まで受け付けて、抽選が21時に決まりますので、よかったらチェックしていただけたらと思います。あと概要欄の方にも記載しておきます。じゃあまたありがとうございました。